皆様こんにちは。今回は人工知能 AI を搭載し、まさかのカメラが360度物理的に回転して全方向を撮影できるなかなか面白いドラレコが届きましたので、早速どんな感じなのかレビューしていきたいと思います。今回レビューするのがこれ。お値段以上に画質が綺麗すぎて Amazon のレビュー評価がめっちゃ高いセブンティーマイさんから出たダッシュカムオムニというドラレコです。早速中身を開封すると、ドラレコ本体、説明書一式、取り付けに必要なキット一式、この3つが入ってます。付属のケーブルはかなり長めで、シガーソケットに挿す電源アダプターも付いてきまして、今時のドラレコに多い USB-C 接続になっています。またもう一つの箱には日本語の説明書、ドラレコを窓に貼るときに使う透明シート、このシートをガラスに貼ってその上からドラレコを貼り付ける感じ。またこの透明シートにはドラレコの取り付け位置もシートに書いてあるので、この丸い点線に合わせてドラレコを貼るだけで映像が斜めにならずに綺麗に取り付けれるようになってます。今回はシガーソケットから電源取って早速車に取り付けてみます。まずドラレコを貼り付ける前に貼り付ける場所を綺麗に脱脂します。ある程度綺麗になったら透明シートを貼っていきます。シールと同じ感じで普通に貼っていくだけです。ただ適当に貼ったらがっつり気泡が入るので、端から徐々に貼っていってプラスチックのヘラとかカードを使って入ってしまった気泡を外に出していきます。これができたらあとはドラレコを上から貼るだけ。ドラレコ本体に両面テープが貼ってあるので、そのまま貼るだけですね。このシートの取り付けガイド線に合わせて貼るだけとめっちゃ簡単です。これで取り付けは終了です。あとはシガーソケットから電源取って付属の長めの USB-C ケーブルをドラレコ本体に接続します。今回はシガーソケットから電源取りましたが、エンジンを切ってからも録画を続けたい場合は別売りの駐車監視ケーブルを買えば、車のヒューズなどから電源取ることで駐車監視機能も使えるようになります。ここまでできたらあとははみ出てるケーブルを付属のこの黒いヘラで車の天井の隙間に入れ込んで配線を隠して終わりですね。こういう横のピラーが外せて中にケーブルが隠せるようになっているので、ピラーを外してケーブルを入れ込んで見えないようにしたらピラーを戻して完成ですね。意外と簡単なので DIY でもできると思います。僕が乗ってる Swift のドラレコ配線のやり方は詳細な配線隠し動画を作ってあるので、鈴木社の方はそれ参考にやってもらえたらなと思います。概要欄に配線隠しの動画を置いておきます。もし車屋に取り付けお願いするなら、今回のドラレコはフロントのみなので、おそらく1万円ぐらいで取り付けしてくれると思います。シガーソケット取り付けなら簡単なんですが、駐車監視機能も欲しい人はヒューズ電源から電気取るので、素人じゃわけわからんと思うのでプロに丸投げがいいと思います。ドラレコの取り付けが終わったら最初にアプリで初期設定が必要なので、 iPhone でも Android でもアプリストアからこのアプリをダウンロードして起動。あとは画面に従い接続すると準備完了になりますね。このアプリでドラレコの設定や説明書を見るとか、撮影した映像のダウンロードなど全てできるようになってます。ということで初期設定も終わったので、早速ドラレコがどんな感じか見ていきたいと思います。まずは見た目ですが、ちょっと大きめのカプセルみたいな長細い見た目ですね。運転席側に取り付けると若干視界を遮るので、気になる人は助手席側に取り付けがいいと思います。ドラレコには小さいモニターとボタンが2つ。これだけなのでめっちゃシンプルです。ドラレコの設定とかもこのボタンを押していろいろいじることができるんですが、アプリで同じことができるのでアプリでやった方がだいぶ簡単です。またこのモニターのところに謎のキャラクターが表示されて、なんか可愛い感じ出してきてますね。昔のたまごっち的な感じですね。知らんけど。それでは早速運転して実際のドラレコ映像をお見せしたいと思います。これが昼間の映像。どうでしょうか。正直めっちゃ綺麗だと思います。僕は定期的にドラレコレビュー動画を作ってて、いろいろなメーカーさんのドラレコ映像を見てますが、セブンティーマイさんのドラレコの画質はいつ見てもかなり綺麗なので、画質に関しては全く問題ないです。カメラの性能は 1920×1080p のフル HD 画質で、広角140度の F1.5 なので、暗いところの性能にも期待できそうですね。真ん前の車のナンバーはもちろんのこと、隣の車線を走ってる車のナンバーも綺麗に映ってるので、事故した時の証拠としては完璧です。僕は1年で3回当て逃げにあったことがあって、ナンバーの数字4桁しかわからなかった時は犯人が見つからず、自腹で10万円以上払って、さらに保険の等級も下がっただいぶだるい出来事があったんですが、地名から記号、ナンバー4桁まで全て映っていた時は、警察行って相談した翌朝に速攻で犯人が見つかったので、ドラレコ選びで大事なポイントはやっぱり画質だと思います。それでは次に暗いところから明るいところに出た時に画面が真っ白になって白飛びするかどうか、実際に走って検証します。はい、どうでしょうか。特に白飛びもせずに綺麗に撮影できてると思います。不自然なラグとかもないですね。それではそのまま夜の性能を見てみます。はい、普通
通に綺麗に撮れてますね。夜に撮影するとライトとか明るいところがぼやけてしまうドラレコが多いんですが、めっちゃ綺麗にしっかり撮れてますね。F1.5 の明るいレンズのおかげで肉眼で見るよりも明らかに明るく撮影できてます。ナンバープレートも全部読めるので、全くもってドラレコとしては問題なく夜も綺麗に撮影できますね。今お見せした通り、ドラレコの画質に関しては昼間でも夜でもかなり綺麗で全く問題ないので安心して使ってもらえると思います。撮影した映像はアプリから見ることができて、スマホで映像を確認してもだいぶ綺麗に見ることができます。また事故の証拠としてそのデータが必要な時はボタンを押すだけで簡単にスマホにダウンロードできて、 iPhone の場合だと標準の写真アプリのフォルダーに時系列順で保存されるので、写真アプリを開けば簡単に映像を見ることができるので、かなりスマホに特化している感じです。それでは次にこのドラレコの特徴である360度回転カメラがどんな感じか実際に試してみたいと思います。普段は前方を撮影してるんですが、走ってる時に音声コマンドでシュートレフトと英語で言うとカメラが左に回転して車の左側を10秒ぐらい撮影してくれます。実際やってみるとこんな感じ。現状この音声コマンドが英語だけしか対応してなくて、D を D と発音するゴリゴリの昭和のおっさんのカタカナ英語発音だと反応しにくいので、英語が苦手な方はちょっときついと思いますが、逆に発音の練習になるかもですね。知らんけど。ちなみに使える音声コマンドの一覧がこんな感じで、右側撮りたいときはシュートライト、室内のときはシュートインサイド、シュート Vlog というと360度ぐるっとカメラが一周回転して撮影してくれます。英語の特定のワードでのみ反応する感じなので、車内で会話してていきなり謎に反応してドラレコが勝手に動くとかもないです。この機能を使ってみた感じ、左と右と車内撮影の3つのコマンドさえ覚えておけば事足りるかなと思いましたね。ドラレコが映像を聞き取ったらすぐにカメラが動いて、そこから約10秒ぐらい撮影してくれるので、もし走ってて幅寄せされたりしたらすぐに横の撮影ができます。カメラが物理的に回転するので、先ほど見せたドラレコの画質で左も右も車内も綺麗に撮影してくれます。車内側にカメラを向ければ後続車の煽り運転も映りますが、後部座席とピラーが邪魔でナンバーまで映したいとなると正直ちょっときついと思うので、後続車の煽り運転対策としてはリアカメラ付きのドラレコを買った方がいいと思います。セブンティーマイさんからは1万円台で買えるコスパ最強2カメラドラレコや、それにプラス1万円ぐらい足して 4K 撮影ができるドラレコなど、ラインナップが豊富なので自分に合ったものを選んでもらったらなと思います。その他の便利機能としては ADAS といった運転支援機能がついてきます。例えば運転中のふらつきを検知すると車線逸脱注意と警告してくれたり、前の車に近づきすぎてるとか、歩行者やバイクを検知すると歩行者にご注意くださいとドラレコが喋ってお知らせしてくれる便利機能ですね。この安全支援機能は最近の車じゃ標準でついていることが多いので、いらない方は設定からオフにすることも可能になっています。最後にですね、このドラレコの最大のメリット、360度カメラと AI を活用した駐車監視機能について見ていきます。こちらのドラレコには AI が搭載されていて、エンジンを切ってからも車のバッテリーから電気を取って撮影を続けることができます。長時間撮影に適したハイパーラプスが選べて、コマ送りの映像で30分の映像を1分に凝縮することで、バッテリーとメモリーの消費を抑えながら長時間撮影してくれたり、もし変な人が車に近づいてきたら自動的に AI が検知して前もって録画してくれたりと、これまでのドラレコだとこんな感じで当てられて衝撃を検知してから初めて録画が始まりますが、 AI のおかげで事前に判断して録画を始めてくれるので、肝心なところが撮れてないとかを事前に防いでくれる最先端のドラレコになっています。もちろん衝撃を感知すると録画が始まり、車のどこが当てられたか AI が分析して、その当てられた方向にカメラを向けて撮影してくれます。従来のフロントカメラ単品モデルだと不可能だった全方向を撮影できるメリットを生かしてドアパンや当て逃げ対策ができる感じです。ただ真後ろに関しては後部座席とトランクが映り込むので、ナンバープレートを撮影するのはちょっと難しいと思いますね。またこのドラレコには SD カードを入れるスロットがついてなくて、本体の内蔵メモリーに記録されるので、 SD カードを使ってるとよくある定期的に SD カードをフォーマットしてあげないとデータが壊れてドラレコの撮影が知らん間に止まってた問題を防いでくれるメリットがあるので、一旦ドラレコつけたら特にいじりたくない人におすすめなモデルですね。まとめると AI を搭載した360度回転するレンズを搭載した AI ドラレコ、フル HD で広角140度、F1.5 で撮影できるので、夜は肉眼よりも明るく映って運転支援機能や AI による駐車監視機能で当て逃げやドアパン対策になる回転式ドラレコですね。
今回紹介したドラレコは概要欄に Amazon のリンクを貼っておくので、気になった方はぜひ他の方のレビューも読んでいただければと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキの Swift スポーツに関する動画やカー用品、戦車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。